のささやきの朗読や夜景を見に行こう。そう言い出したのは工藤だった。仕事が終わった金曜の夜、軽い気持ちで車を出した。峠を越えた先に展望台がある。街の光が海みたいに見える場所だ。夜の山道は思っていたより静かだった。音楽を切るとタイヤの音だけがトンネルのように響く。ガードレールの外には街の明かり。その下には真っ黒な谷が口を開けている。こんな時間に登るやつ、俺らくらいだな。工藤が笑いながらそう言った。ライトが照らした先、カーブミラーが光る。だが、その鏡には俺たちの車が映っていなかった。一瞬見間違いかと思った。ブレーキを踏み、ミラーの前に止まる。確かにそこに鏡はある。だが表面は黒く濁り、まるで油の膜が張っているようだった。ライトを当てても反射しない。ただその奥で何かが動いた。おい、人いないか？工藤が窓から顔を出す。闇の奥で赤い光が瞬いた。それは微灯ではなく、鏡の裏から滲むように浮かんだ。風もないのに木々がざわめく。その音の隙間でカーブミラーの内側から見て。と低い声がした。工藤が顔を引っ込めた瞬間、鏡の表面がひび割れ、何かが中から押し出された。薄い皮のようなものが表面に張り付き、ゆっくりとこちらへ形をなしていく。まるで鏡が生まれようとしている。ひび割れた鏡の奥で何かがうごめいた。まるで透明な膜の下で何かが泳いでいるようだった。俺はアクセルを踏もうとしたが、工藤が待て。と言って降りた。懐中電灯を手に近づく。鏡面がぬらぬらと揺れ、その奥に赤黒い目のようなものが浮かんでいる。人のそれよりも深く、瞳孔が光を吸い込むようだった。工藤が石を投げた。ミラーに当たる寸前、鏡が液体のように波打ち、石は吸い込まれた。反射音もない。そして鏡の奥の闇がゆっくりと広がる。やべえぞ、戻れ！叫ぶ俺の声をかき消すように車のエンジンがうなった。勝手に回転数が上がり、ハンドルが重くなる。キーを抜こうとしても回らない。バックミラーの中、後ろの道に何かが張っていた。人の形をしていない。足の数が
多すぎる。頭部はないのに、どこかから呼吸音が聞こえてきた。ドアを閉めて鍵をかける。工藤は助手席に飛び乗り、息を荒げた。鏡、割れた。言葉の途中で、パリンと乾いた音がした。割れたはずのミラーが、また元の形に戻っていた。だが、もう何も映さない。鏡面は真っ黒に塗りつぶされたようで、奥から音だけがした。骨がすれ合うようなぬるりとした音。次の瞬間、車の外の闇で何かが立ち上がった。ライトを照らすと、ガードレールの向こう、背丈の高い影がこちらを向いていた。人のようで人ではない。細い腕が異様に長く、体はまるでねじれた枝の束。ただ、頭のないその影がゆっくりとこちらへ傾いた。車を急発進させた。タイヤが悲鳴を上げ、後ろで何かが割れる音がした。バックミラーの奥、カーブミラーが炎のように光を放ち、闇の中で影が溶け出していた。道路は曲がりくねり、どこを走っているのかわからない。ナビは無音。ラジオも消えた。ただ、タイヤが舗装を滑る音だけが耳に残る。助手席の工藤がずっと窓を見ていた。なあ、横なんて。そう言おうとした瞬間、工藤が震える声で言った。ミラー、増えてる。道路の両脇に次々とカーブミラーが立っていた。どれも新しく、鏡面はぬめるように濡れている。ライトを反射せず、奥に赤い目が浮かぶ。それが通過するたび、金属を擦るような音が耳をかすめた。気づくと、車の外からカリッカリッと何かが触れている。ドアの隙間を細い指のようなものが張っていた。サイドミラーが勝手に角度を変え、その鏡面の中に頭のない影が映っていた。それはさっきのカーブミラーから出てきた何かだった。鏡の奥の闇をまとい、光を吸い込みながら近づいてくる。ガラスを叩くたびに車内のライトが弱まった。まるで吸われているように。工藤が叫んだ。戻るしかねえな。とブレーキを踏み U ターンする。カーブミラーの列がこちらを迎えるように並んでいた。一つまた一つと近づく。どの鏡も俺たちの姿を映していない。ただ鏡の向こうで同じ車がこちらに向かって走ってくる。そのライトの中に
俺たちそっくりの影が見えた。正面からぶつかる寸前、鏡の表面が液体のように揺れ、車体が吸い込まれる。景色が裏返り、光が遠のく。気づくと、俺は車の外に立っていた。エンジンの音が消え、辺りは静まり返っている。振り返ると、山道の端にカーブミラーが一つ。そこには黒い鏡面の奥で、俺と工藤がまだ車に乗って走っていた。恐山を訪れたのは、湿った風が山肌にまとわりつく8月の終わりだった。山道を登る間、車の窓を閉めていても、硫黄の匂いがじわじわと入り込んでくる。山門をくぐると、音の厚みが一段薄くなり、白い砂と風の止まった風車だけが目に入った。人の話し声は遠く、靴の裏が砂利を踏む音だけが自分の足元に張り付いてくる。俺がここに来た理由は一つだけだ。数年前にいなくなった母の声をもう一度だけ確かめたかった。親戚づてに頼み込み、イタコの口寄せの順番を取ってもらった。案内された小さな木造の部屋は、畳が日焼けをして色あせていた。障子越しの光は細く、線香の煙がその光を切りながらゆっくり天井へ消えていく。部屋の隅には誰が置いたのかわからない古い座布団が重なっていて、生地の模様だけがやけにくっきり残っていた。足音がトントンと廊下を渡ってこちらへ近づいてくる。戸が少しだけ開き、年配の女が腰をかがめて中に入った。それがこの山で声を借りるとされるイタコだった。形式ばった挨拶はなく、女は俺の前に座ると、名前と呼びたい相手の名を淡々と確認した。それから両手を膝に置いたまま、静かにまぶたを閉じる。部屋の空気がそこでわずかに沈んだ。外の風のうなりだけが壁越しに伝わり、線香の先端が赤く灯っている。俺は膝に置いた手に力が入るのを自覚しながら、目の前の沈黙が別の何かで満たされていくのを待った。女の肩がかすかに上下した。細い息を吸い込む音が畳に落ち、長いため息のような吐息が後を追う。その度に線香の煙の形が変わり、まるで見えない何かが女の背中側から身を乗り出しているように見えた。俺はもし次に聞こえてくる声が本当に母のものだったら、その場で何を最初に伝えるべきかを考えようとした。だが言葉を組み立てるより早く、舌の上から順番に血の気だけが静かに引いていった。イタコの唇がゆっくりと開いた。最初に漏れた声は
確かに母に似ていた。低く、少しかすれ、語尾だけわずかに伸びる。耳が覚えている音の高さとほとんど違わない。女の口から出ているはずなのに、その声は部屋の真ん中あたりから直接染み出してくるように聞こえた。俺は膝に置いた手をさらに握りしめる。目の奥がじんと熱くなる。声は俺しか知らない出来事をいくつもなぞった。子供の頃、夜更かしをして二人でこっそりカップ麺を分け合ったこと。卒業式の日、駅のホームでうまく笑えないまま立っていたこと。どれも記憶と矛盾していない。けれど話が続くほど別の部分が浮き上がってきた。喜んでいるはずの場面でも声の温度がほとんど変わらない。叱っていた時のことを語りながらも息が詰まるような間が一つも挟まれない。感情の起伏だけが剥がれ、出来事の輪郭だけが淡々と読み上げられていく。さらに俺の知らない場面が混じり始めた。病室で誰かと交わした会話、親戚のいない場所で話したらしい愚痴、名前も地名も初めて聞くものばかりだ。それでも窓の位置や置いてある椅子の色、胸元のシワの細かさまで描写は妙に具体的だった。作り物と切り捨てるには細部が多すぎる。ふと視線を上げると障子に映る影が目に入った。いたこと俺二人分の形の他に畳の上に細長い影がもう一つ重なっている。その影だけ頭のあたりが薄くにじみ、輪郭が煙のように揺れていた。声がお前と呼ぶたび、その影の頭がわずかにこちら側へ傾く。俺は目を閉じることができず、視界の端で滲んだ黒い塊が畳の目に食い込むように濃くなっていくのを見ていた。母は生前、一人称に必ず自分の名を使っていた。その癖を俺はよく覚えている。だが目の前の声は一度もそれを口にしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないところで、ふっと声が途切れた。いたこの肩から力が抜け、長い息が一つ落ちた。女はゆっくりと目を開けた。瞳にはさっきまでの声の余韻のようなものはなく、静かな疲れだけが浮かんでいる。これで終わりです。と告げられ、俺は深く頭を下げた。礼金を渡し、部屋を出ようとしたその時、背中に視線の重さを感じた。振り向くと、いたこが障子の方ではなく、俺の胸のあたりをじっと見ている。何かを言いかけたように唇が動き、それから小さく首を振った。代わりに、名前は間違えませんでしたね。とだけ確認された。
俺は押し出すようにうなずき、その場を離れた。山を降りる車の中で録音機を取り出し、先ほどの口寄せを再生してみた。ところが機械から流れ出たのは風のうなりとかすれた息の音だけだった。肝心の声は固有名詞の部分になると決まって途切れ、そこだけ白い穴のように開いている。自宅に戻った夜、布団に横たわると天井の暗がりに恐山の畳の色が薄く重なって見えた。眠りかけた耳の奥で低い声が一度だけささやいた。呼びかけられたのは母の名前ではなかった。俺のフルネームでもなかった。山で名乗っていないはずの昔呼ばれていたあだ名だけがはっきりと形になって胸の内側に張り付いた。はっとして起き上がると部屋は静まり返っている。窓ガラスに街灯の明かりが薄く反射し、その手前に自分の上半身の影が映っていた。ガラスの中の影はほんのわずかに口元を動かし、俺より半拍遅れて胸に手を当てた。翌朝、ポケットの中から小さく折りたたまれた紙切れが出てきた。恐山でもらった控えに似ているが、そこに書かれていたのは申し込み用紙に記入したものとは違う古い住所と名前だった。筆跡は見覚えのないものだが、その呼び方で自分を呼ぶ人間はとうの昔に現世から姿を消している。紙から目を離した瞬間、耳の奥で畳をこする絹ずれの音が一度だけした。あの部屋で聞いたはずのない音だけが妙に新しいまま残っていた。大学時代の友人に誘われて参加した地方の観光バスツアー。紅葉と旧鉱山跡を巡るコースとパンフレットに書かれていた。週末限定の特別ツアーらしく、料金も安かった。俺は興味本位で申し込んだが、集合場所でパンフレットを持っているのは俺だけだった。添乗員に聞くと、あ、それはもう配布していないんです、と笑っていた。なんとなく気になったが、そのまま乗車した。出発をしてから1時間。車内のガイドが抑揚のない声で案内を始めた。最初の目的地は鶴の淵鉱山跡です。長く封鎖されておりましたが、地元の協力により一部が一般開放されました。その声がどこか機械的で原稿を読んでいるように感じた。周りの乗客は皆無言で、どこか表情が硬い。俺は座席の隙間から覗き込むように前を見たが、運転手の後ろ姿がやけに小さく見えた。峠を越え、トンネルを抜けた瞬間、風景が急に変わった。
紅葉の参道のはずが、灰色の岩肌がずっと続いていた。廃墟のような建物が並び、看板の文字は消えている。ガイドが言う。こちらが鶴の淵鉱山跡でございます。だが、その声が終わる前に、窓の外の建物が音もなく消えた。まるで霧の中に溶けるように跡形もなく。今、見えましたよね。俺が隣の男に声をかけると、彼はきょとんとした顔で、何がです？と答えた。窓の外には何もない岩肌だけが広がっていた。運転手がバックミラー越しにこちらを見て、ゆっくりと口角を上げた。その瞬間、俺は寒気を感じた。理由もなく、体が、ここは違う、と言っていた。昼前に二つ目の目的地へ向かった。幻の滝という名の滝を見に行きます。とガイドが言った。俺はその名前に違和感を覚えた。パンフレットには白羽の滝と書かれていたはずだ。俺はバッグからそれを取り出して確かめた。確かに白羽の滝。だが同じページの写真が違う。昨夜見たときは緑の山間の滝だったのに、今は灰色の岩壁が写っている。ねえ、これ、変わってません？と隣の男に見せたが、彼は笑って、最初から、それでしたよ。と言った。どう考えてもおかしい。滝の名前も写真も説明文まで変わっている。まるで別のツアーにすり替わっているようだった。到着して外に出ると冷たい風が吹いた。視界の先には確かに滝があった。ただ、それは動いていたんだ。岩の間から流れ出す白い筋が、滝というよりも何かが這い降りているようだった。目を凝らすと、それは水ではなかった。白く濡れた腕のようなものが無数に重なり合っていた。添乗員が笑顔のまま、ごゆっくり、ご覧ください。と言い、俺の肩を軽くポンと叩いた。その手が異様に冷たかった。他の乗客たちはまるで催眠にかかったかのように無言でカメラを構えていた。シャッター音が続く。俺も写真を撮った。だがモニターに映ったのは滝ではなくバスの車内。自分が座っていた席が暗い車内にポツンと映っていた。その後すぐに出発した。ガイドが言った。次は、ハイトの展望台です。
パンフレットにはそんな場所載っていない。俺はふと運転席のミラーを見た。そこに映る乗客の顔が一人、二人とだんだん少なくなっていった。ハイトの展望台。その名前の通り、そこは街を見下ろす高台に立っていた。だが、下に見えるはずの街がなかったんだ。ただ、灰色の地面がどこまでも続き、瓦礫のようなものがぽつりぽつりと転がっている。風が吹くたびに乾いた音を立てて崩れた。俺はカメラを構えたが、ピントが合わない。液晶画面の中で風景が波打つように歪んでいた。ガイドが小さくマイクを握りしめたままこう言った。この街はかつて地図から消されました。けれど今も訪ねてくる方がいらっしゃるんです。背中に冷たい汗が伝った。他の乗客たちは無言のまま全員が同じ方向を見ていた。その視線の先に古びた観光案内板がそこにあった。そこには鶴の淵鉱山跡と書かれていた。最初に訪れたあの場所の名前。だが板の上には灰と展望台という文字も重なっていた。まるで同じ場所の別名のように。バスへ戻ると空はもう夕方の色だった。帰り道、車内で再びガイドが話し始めた。最後に立ち寄った幻の滝はいかがでしたか？俺は言葉を失った。あの滝を見た。あの異様な光景を。確かに。だが、隣の男が笑いながら言った。滝なんてなかったじゃないですか。ホテルに戻り、写真を確認した。どれもただの山と道路しか写っていない。滝も鉱山跡も展望台もなかった。ただ一枚だけ。最後列の座席から撮ったと思われる一枚に、窓ガラス越しにこちらを見ているガイドの顔があった。笑っているのに目が真っ暗だった。俺は翌朝旅行会社に問い合わせた。鶴の淵鉱山跡ツアーの件で話があります。受話器の向こうで担当者が言った。申し訳ありませんが、そんなようなツアーは弊社では企画しておりません。机の上のパンフレットを見た。表紙の文字がいつの間にか変わっていたんだ。紅葉と旧鉱山跡を巡るツアーではなく、こう書かれていた。消えた観光地を巡る旅。
夜勤のシフトは慣れているつもりだった。配送センターの倉庫で荷下ろし担当をしてもう7年になる。深夜2時の倉庫なんて誰も好きじゃない。照明の音がやけに耳に残るし、金属の匂いが空気に混じる。でも人間って不思議なもんで、慣れてしまえば静けさも作業音の一部になる。その夜もいつも通りだった。同僚は2人、田口と林。3人で持ち場を分けて積み下ろしをしていた。深夜2時ちょうど、トラックが1台予定より早く到着した。ドライバーの姿は見えなかったが、エンジンの音だけがしばらく響いていた。俺はフォークリフトを動かそうとして、ふと気づいた。もう一台エンジンがかかっている。奥の通路からうなるようなモーター音。リフトを止め、耳を澄ます。確かに動いている音がする。この時間に動かすのは俺たち3人だけだ。なあ、林。今、リフト乗ってるか？いや、外で荷待ちだよ。じゃあ、田口？私も積み場のチェック中だよ。全員が違う場所にいる。なのにモーターの音は続いている。倉庫の奥、第3レーンの方だ。俺はライトを手に通路の奥へ歩いた。鉄骨がきしむ音が頭の上を伝っていく。音の主は間違いなくフォークリフトだ。金属の爪が床をこするあの独特の音。だが見えてきた車体には誰も乗っていなかった。キーは刺さったまま操作レバーが勝手に上下している。照明がチカチカと点滅し、影が壁を揺らした。俺は慌ててキーを抜いた。音は止んだ。その瞬間、背後の無線機から短い声が聞こえた。下ろしたの、誰？誰の声かわからなかった。無線のチャンネルは全員オフのはずだった。次の夜も同じシフトだった。昨日の件は機械の誤作動ってことで済まされた。でも俺の頭からはあの無線の声が離れなかった。下ろしたの、誰？あの言葉の誰に自分が含まれている気がしてならなかった。夜勤が始まって1時間。倉庫は昼間の熱気を残したまま重い空気を漂わせていた。蛍光灯の音がブーンと低くなる。フォークリフトのキーはすべて所定のフックにかけてある。
田口も林もそれらを確認していた。深夜2時を少し過ぎた頃、ギュイーンというモーターの音が再び鳴った。昨日と全く同じ音。全員が一斉に顔を見合わせた。またか？と林が言ったが、田口は黙って首を振った。音の方向は昨日と同じ第三レーンの奥。そこには昨日止めたはずのフォークリフトが置いてある。エンジンキーは抜いたままだった。俺は工具棚から懐中電灯を取って向かった。足音がコンクリートに吸い込まれていく。通路の温度が妙に低く感じた。照明の明かりが切れかけているのか、影が波打つように揺れる。奥にたどり着くとリフトが動いていた。キーは刺さっていない。それなのに爪がゆっくり上がったり下がったりしている。その度に金属が擦れる音が耳の奥に響く。俺は恐る恐る運転席に近づいた。シートが濡れている。汗か水かわからないが、座面の形が誰かが座っていたように沈んでいた。レバーに触れようとした瞬間、背後の金属扉がと閉まった。驚いて振り返ると、扉のロックが勝手に降りている。外からではなく、内側から。倉庫の出入り口はこの扉しかない。閉められると、外には出られない構造だ。田口、林。叫んでも返事はない。無線を取ろうとしたが、ノイズがひどくて聞き取れない。ただ、ノイズの奥で昨日と全く同じ声がした。もう下ろしたのに。床に置いてあった荷札が一枚、風もないのにめくれた。宛先の欄に手書きの文字でこう書かれていた。積み下ろし場3番レーン、下段、最後。俺が今立っている場所のことだった。朝になって警備員が異変に気づいた。俺たち3人はそのまま倉庫で意識を失っていたらしい。気がついた時には救急車のサイレンが遠くで鳴っていた。ドアが開かないからと警備が外から鍵を切断して入ってきたそうだ。不思議なことに金属扉のロックは内側から完全にかかっていた。俺たちは誰も鍵を持っていない。倉庫の管理キーは所長が持っていて、夜間は金庫に保管されている。フォークリフトは
あの第三レーンに止まっていた。キーは抜いたまま爪が上がった状態。荷台の上には段ボールが一つ。宛名も何も書かれていない無地の箱だった。所長がそれの中を開けた。中には鉄くずみたいなものがぎっしりと詰まっていた。古いリフトのパーツらしい。だがその中に一本だけ新品のキーが混じっていた。俺が昨日確かに抜いてポケットに入れたはずのキーと同じ番号だった。俺のポケットを確認した。空っぽだった。防犯カメラを見たのはその日の午後。映像には俺たち三人が作業している姿が映っていた。深夜2時を過ぎたあたりで画面が一瞬ノイズに覆われる。次の瞬間、俺たちは全員いなかった。カメラが映していたのは誰もいない倉庫の中で動くフォークリフト。爪をゆっくりと上下させながら積まれた箱を一つずつ下ろしていく姿だった。映像の最後、リフトの影がカメラの前を横切った。運転席にはぼんやりと人の形が映っていた。だが照明に照らされたその影は座席よりも少し高い位置にあった。それ以降、第三レーンのフォークリフトは使用禁止になった。誰が乗っても夜になると勝手に爪が動く。そして決まって深夜2時に倉庫の奥から無線が鳴る。下ろしたの誰？梅雨明け直後の山間部で不可解な遺体が見つかった。登山者の通報によれば、林道の中央に逆さの足跡が続いていたという。かかとが進行方向を向き、爪先が後ろを向いている。しかもその足跡は粘液で濡れ、陽光に光っていた。現場検証のため、俺は相棒の宮地と山へ入った。気温は30度を超えていたが、森の中は異様に冷たい。足元に伸びる泥の線。それが九段のぬめる足跡だった。近づくと生臭い匂いが鼻を刺す。魚の腐ったような、しかしどこか甘い匂いが混じっている。足跡は人間のものに見える。裸足、成人男性のサイズ。だが歩幅が一定で、深さも全く変わらない。人間なら重心の移動で微妙に変化するはずだ。それが一切ない。まるで引きずられている。
山道を数十メートル進むと、血のような液体が混ざり始めた。靴底がぬるりと滑り、俺はとっさに手をつく。その感触が最悪だった。泥ではなく、何か生温かいもの。手のひらを離すと、透明な膜が糸を引いて伸びる。宮地が小声で言った。誰か前を歩いてますね。確かに数十メートルほど先の木立の間を黒い影が動いていた。だが足音は一切しない。ただ風のように滑る。逆光の中で見えた足が明らかに逆向きだった。銃に手をかけたが、宮地が静止した。撃つな。人かもしれない。俺たちはゆっくりと近づいた。すると影がふっと止まり、木の裏へと消える。後を追って回り込むと、そこには誰もいなかった。代わりに木の幹に手形が残っていた。ぬるりとした液体がまだ垂れている。指の数は6本。その先に古びた山小屋があった。壁が崩れ、屋根も半分落ちている。だが玄関の戸だけが新しい木材に変えられていた。板の中央に張り紙がある。これ以上山を登るな。筆跡は震えている。紙の端に粘液の指跡があった。俺は宮地に合図をし、ドアを開けた。中は暗く、湿った匂いで満ちていた。床にぬめる足跡がびっしりと並んでいる。しかもそれは天井へと続いていた。見上げた瞬間、光が反射した。天井裏に何かが張っていた。そいつは逆さのまま俺たちを覗いていたんだ。懐中電灯の光が天井裏をなぞる。そこにいたそれは人の形をしていた。いや、最初はそう見えた。頭から肩、腕のようなものが見える。だが、関節の向きがすべて逆。腕は膝のように曲がり、足首は真後ろを向いていた。そいつと目が合った瞬間、天井裏の板が音を立てて裂けた。ぬめった音とともに、そいつが落ちてきた。重くはない。だが床一面に広がるその粘液が空気を締め付けた。宮地が悲鳴を上げて後退した。ライトの光の中でそいつが身を起こす。頭は人間のようだが、顔が滑らかすぎる。皮膚というより半透明の膜。目の位置に黒い点が二つ浮かび、
口が縦に裂けていた。俺は銃を構えた。動くな。反応はない。だが、そいつの足がゆっくりと動いた。爪先が後ろを向いたまま、まるで逆再生のように滑る。床に残る足跡がぬめりながら形を変えていく。人間の足型が魚の腹びれのように広がっていた。天井の梁の上から水滴のような液体が垂れ落ちる。それが皮膚に触れた瞬間、冷たさより先に脈動を感じた。生きている。体液そのものが生き物のようにうごめいている。宮地が外へ走り出した。俺も続こうとしたが、足元に何かが絡みついた。床のぬめりが生き物のように指に絡みつく。引き剥がすと足跡が残った。逆さの足跡。その時、山小屋の奥から声がした。おかえり。聞き覚えのある声。振り返ると、そこには宮地が立っていた。そう、さっき逃げたはずの宮地が。だが、顔が違う。輪郭は同じなのに、表情が川の下で揺らいでいる。目の奥が水泡のように濁り、黒い点が揺らめいていた。班長、戻りましょう。もう日が暮れますよ。声が少し遅れて響く。その口から粘液が糸を引いた。俺は交代しながら外へ飛び出した。夕暮れの山が沈みかけている。だが林道の先にも同じ足跡が続いていた。逆さのまま山の奥へと。ふと気づいた。その足跡は俺たちが登ってきた跡と重なっている。つまり最初からそれは俺たちの跡をつけていたんだ。いや、違う。俺たちがそれの後を追っていたのかもしれない。風が止み、森が呼吸をやめた。その静寂の中で耳の奥に小さな音がした。ぬるり、ぬるりと何かが這う音。それが近づいてくる。木々の間から白い手が現れた。指が6本。爪先が後ろを向いた足と同じ形だった。白い手が地面をつかむたびにぬめった音が響く。指の間から泥が滴り、そこに小さな泡がはじけて消える。その泡の中にはまるで目のような黒い点が浮かんでいた。宮地がうめき声を上げて後ずさる。だがその足跡も
また逆さだった。俺は息を飲む。彼の足首が後ろに折れ、膝が反対に曲がっている。骨が音もなく裏返り、皮膚の下を何かが張っていた。班長、こっちです。声が低く響く。目の前の宮地の顔がゆっくりと裏返った。皮膚がめくれ、鼻が後頭部に沈み、口が首筋へと移動する。皮膚がぬめりながら形を変え、あの逆さの足跡の主と同じ姿へと変わっていった。俺は引き金を引いた。乾いた銃声が山に響く。だが、そいつは倒れない。弾痕の周囲から透明な粘液がにじみ、瞬く間に塞がっていく。再び口が開いた。それが笑った。お前もこっちに来いよ。その瞬間、足元のぬめりが急に増えた。地面が呼吸をしている。踏み込むたびに泥が沈み、冷たい何かが足首に巻きついた。見ると地中から逆さの足がいくつも伸びていた。人間のようでいて人ではない。指が6本あり、爪が内側に向かっている。引きずられる。必死に地面を掴んだが、粘液が滑って手が抜けない。気づくと腕にも逆さの手形が浮かんでいた。その跡が脈を打ち、皮膚の下を這い上がってくる。山そのものが生きている。地中に潜むぬめるものが、そこに入ったものの形を奪って動かしている。足が完全に沈んだ。膝、腰、胸。泥の下で無数の指が皮膚をなぞる。その感触が体の中へと入り込んでくる。視界が揺れ、空と地面の区別がなくなった。世界が裏返る。最後に見たのは自分の背中だった。俺は地面の下からそれを見上げていた。俺が地を這い、俺が空を見上げていた。逆さの足跡が新たに一歩分増えていく。それが山道の端から端まで続いていた。翌朝、救助隊が到着した。ぬめった足跡は山頂から麓まで続き、途中で消えている。見つかったのは俺たちの装備だけ。宮地の無線機から最後の通信が記録されていた。山が歩いている。その音声の直後、何かがぬるりと這う音が入っている。
現場の記録員が再生したとき、無線機の外側に透明な膜が張り付いていた。それがじわりと動き、指のような跡を残した。現在もその山は立ち入り禁止になっている。理由は地盤の不安定。だが地元の者は言う。夜明け前、林道に光る逆さの足跡が現れる。それを踏んだ者は次の日、自分の足の向きを思い出せなくなると。そのシミは最初からそこにあったわけじゃなかった。引っ越して3年、6畳一間のワンルームで毎晩同じ天井を見て寝ていた。白いクロスに小さな照明。特徴のないどこにでもある部屋だ。だから気づいた。天井の端に昨日まではなかったはずの薄いシミが浮いていることに。最初は気のせいだと思った。疲れていたし、夜だったし、光の加減でそう見えただけだろうと、そう思っていた。だが翌日、昼間の明るさの中で見ても、そのシミは確かにそこにあった。場所も形も、なぜか胸の奥がざわつく。理由はすぐに分かった。それは俺の実家の部屋の天井にあったシミと全く同じだった。高校生の頃、雨漏りでできたシミだ。丸く広がって中心が少し濃い。見間違えるはずがない。何年も見上げていた天井だ。その瞬間、部屋が急に知らない場所じゃなくなった気がした。気味が悪くなり、管理会社に電話をした。天井にシミが出てきたんですけど、この部屋って前の入居者っていましたか？少し間があって事務的な声が返ってきた。いえ、そのお部屋は新築扱いでして、前の入居者はいませんよ。言葉が詰まった。でも、築年数10年以上ですよね。建物自体はそうですが、その部屋だけ一度も人が住んだ記録がないんです。冗談かと思った。だが相手の声は終始淡々としていた。その夜、電気を消して寝ようとすると、天井のシミがやけに目に入った。昼間より少し濃くなっている。輪郭がはっきりとしている。まるでシミが広がっているみたいだった。嫌な予感がして実家に電話をかけた。久しぶりに話す母の声。なあ、俺の部屋の天井のシミってまだある？一瞬沈黙。それから不思議そうな声で言われた。あんたの部屋？そんなシミ最初からなかったよ。
背中がじわりと冷えた。電話を切り、もう一度天井を見た。シミの形が少し歪んでいる。丸じゃない、人の肩みたいな角度ができている。その下で小さな音がした。ミシッときしむ音。天井の裏からだった。しばらくしてさらに音が増えた。何かが上で寝返りを打っている。その瞬間、頭の中にありえない考えが浮かんだ。この部屋、俺の次の部屋なんじゃないか。天井のシミはその境目なんじゃないか。俺は怖くなって布団をかぶった。その下で確かに聞こえた。天井から低い声で。やっと帰ってきたな。翌朝、俺はこの部屋を出た。管理会社に解約を伝えると、最後に一言だけ言われた。次の入居者ですが、やっと決まりました。その住所を聞いて息が止まった。それは俺の実家の住所だった。今も実家の天井を見上げるのが怖い。あのシミがまだ浮いてきていないか確認できないでいる。旅の途中、山深い源泉地に立ち寄った。夕方には店も宿も閉まるほど廃れた地域だが、小さな共同浴場だけは地元の人が使うらしく、ぽつりと明かりが灯っていた。外観は古く、木の外壁は湿気で黒ずんでいる。だが一人旅の気楽さもあって、俺はそのままのれんをくぐった。中は薄暗く湯気が漂っている。壁に貼られた注意書きは色あせており、読める文字より読めない文字の方が多かった。受付には誰もおらず、木箱に料金を入れる仕組みらしい。昔ながらの無人温泉だ。脱衣所へ入ると先客が一人いた。背を丸めた老人で、こちらを見ようともしなかった。湯船の縁に座ったまま、じっと湯を見つめていた。その横顔は妙に影が濃く、光の当たり方が不自然だった。俺は気にしないようにして服を脱ぎ、浴槽へ入る。湯船は小さく古い木で囲まれていた。湯気が低く漂い、そこはほとんど見えなかった。俺はかけ湯をして足を入れた。その瞬間、湯の下から何かが動いたような気がした。魚でもいるのかと思い、そっと足を引いた。しかし、湯は静まり返っている。気のせいだろうと肩まで浸かった。しばらくすると、先にいた老人が浴場へと
入ってきた。湯船の縁まで来ると、俺の方を見ずに低い声で言った。その湯、上がらん方がええ。老人は無表情のまま湯を見つめている。ただの常連の忠告かもしれないが、妙に引っかかる言い方だった。どうしてですか？そう尋ねても老人は答えない。湯に入ることもなく、そのまま脱衣所へと戻っていった。扉が閉まった後、また沈黙が落ちる。気味は悪かったが、旅の疲れもあり、もう少しだけ浸かろうと思った。目を閉じ、湯の温度に身を委ねていた。ボコッと湯の底から泡のような気配が上がった。それと同時に足首に冷たい指のようなものが触れた。俺は反射的に飛び上がり、湯が大きく揺れた。視線を落とすと、そこが一瞬だけ見えた。そこに人の頭の形のような影がゆっくりと沈んでいくのが見えた。息が乱れ、心臓が暴れる。だが、確認しようと身を乗り出したとき、浴場の奥から消えたはずの老人の声が響いてきた。もう、上がれ。だが、老人は脱衣所から戻ってきていない。声は湯の奥、湯気の向こうから聞こえてきていた。俺は湯から出ようとした。その瞬間、湯船の縁を誰かの手がそっと押さえた。湯船の縁を押さえる手は力を入れてくるわけでもなく、ただ静かにそこへと置かれていた。だが指の角度が妙だった。人間の手なら自然に沿うはずの位置が、湯気の濃い影の中でわずかにずれて見える。皮膚の色も生気が抜け落ちたように白すぎた。俺は息を殺し、その手から目を離さないようにしながら湯の縁をゆっくりと回り込んだ。手は追ってこない。ただ湯の表面に浮かぶ湯気がまるで呼吸をしているように揺れている。脱衣所へと続く扉へ向かった。だが歩き始めた瞬間、湯がずるっと音を立てて揺れた。振り返ると誰のものともしれない濡れた足跡が2歩俺の方へ向かってついていた。先ほどまでなかった完全に新しい足跡。その形は人の足に似ているのに、指が一本多く見えた。喉が詰まり、呼吸の仕方を忘れそうになった。急いで扉へ向かおうとするが、浴室全体の空気が湿りすぎて重く、足を動かすたびに床がわずかに沈む。そこで不意にあの老人の声が頭のすぐ上で囁いた。上がらんと連れてかれる。俺は反射的に振り返った。だが浴室にも湯にも
誰もいない。天井から滴る水滴がぽちゃんと落ちただけだった。脱衣所の扉に手をかけた瞬間、背後で湯がはぜた。ドボンと何か大きなものが湯に沈み込んだような、そんな音。俺は怖さに耐えきれず、扉を開けようと力を入れたが、木の板はなぜか内側に吸い付くようにして動かない。押しても引いてもびくともしない。嘘だろ。その時、湯からズズッズズズッと何かがそこを這い上がるような音が響いた。湯気が左右に押し分けられ、白い腕のような影がゆっくりと持ち上がる。俺は力任せに扉を引いた。だが開かない。木のきしむ音だけが虚しく響く。後ろから近づく何かの気配が逃げ場を奪っていく。濡れた足跡が一歩また一歩とこちらへと向かってくる。先ほどの足跡と同じ指の数がおかしい足音が。そこで脱衣所の方から突然ガラガラッと扉が開き、眩しい外の光が浴室に流れ込んだ。目を細めると、そこには確かに先ほど見た老人が立っていた。湯気の中で黒い影だけになり、顔の表情は読み取れない。老人は俺に背を向けたまま、低く静かに言った。続きは外で話す。はよ出。その声だけは先ほど浴室で聞いたものと全く同じだった。俺は震えながら外へ飛び出した。後ろを振り返ることはできなかった。だが背後では湯船の底から誰かが天井に向かって爪を立てたような音がずっと続いていた。外へ出た瞬間、冷たい夜風が肌に張り付いた。だがその寒さよりも浴場の中に残してきた何かの気配が全身にまとわりついて離れなかった。後ろで扉がゆっくりと閉まる音がしたが、振り返ることができない。しばらくすると、さっきの老人が外へ出てきた。暗がりの中、薄い街灯に照らされて輪郭だけが浮かぶ。さっきより背が丸まり、足取りが不自然に重い。影の色が濃すぎる気もした。俺は震える声で聞いた。さっき湯に何かいましたよね。老人は答えず、地面をじっと見つめたまま口を開いた。この湯は昔から上がったらついてくるんじゃ。ついてくる。その言い方がどうにも嫌だった。老人は続けた。昔ここで一人沈んだ旅人がおってな。体は見つからんかったらしい。
湯の底に沈んだまま、いまだに上がるものを探しとる。その言葉を聞いた瞬間、さっき足に触れた冷たい指の感触がよみがえった。湯の底で人の頭の影を見たことも、湯の縁を押さえたあの白い手も、あれは俺が湯から出る前に掴むために伸びてきていたのかもしれない。胸がざわつき、息が荒くなる。老人の足元に目を向けた。そこで気づいた。老人の足首から先が濡れていない。さっき浴場に入ってきたとき、足は濡れていたはずだ。床に水滴もついていた。なのに今は乾いている。むしろ地面に落ちる影の形が妙だった。指が多い。浴室で見たあの足跡と同じ形。老人がゆっくりと顔を上げる。光の加減では説明できないほど青白い顔がこちらを向いていた。上がってしもうたんじゃな。その瞬間、浴場の扉が勢いよく開いた。中から凄まじい湯気とともに濡れた何かが床を叩く音が響いた。まるで多数の指で床を這うような音。老人の影が揺れ、形が崩れるように細く裂けた。顔は老人のものではなく、湯の底で沈んでいた影と同じ輪郭をしていた。俺は反射的に駆け出した。背後から濡れた手が地面にべちゃっとつく音が迫ってくる。足元の砂利が跳ね、呼吸が乱れ、走るというより転がるように坂道を下った。振り返ったとき、共同浴場はすでに闇に沈んでいた。扉は閉まり、明かりも消えていた。だが、坂道の下まで降りた瞬間、背中のすぐ後ろで、かすかに誰かの声がした。上がった者は連れて行く。俺はその温泉地に二度と近づいてはいない。終電を逃した深夜、雨粒がまばらに落ちる駅前でタクシーを拾った。乗り込んだ瞬間、車内に薄い土の匂いが漂っていた。湿った土壁に近い地下のような匂い。タクシーで感じる匂いではなかった。行き先を告げると、運転手は短くうなずき、静かに走り出した。無口なタイプらしく、余計な会話は一切なかった。ただ、走り始めて数分、違和感があった。全く知らない道を走っている。普段なら通らない裏道。住宅街の細い路地。地図アプリを開こうとしてやめた。
電波が異様に弱かったんだ。表示がくるくると回り続け、現在地すら認識しない。雨粒がフロントガラスに広がり、街灯の光がぼやける。車内にかすかな振動が伝わり、舗装されていない砂利道を走る音が混じり始めた。タクシーが砂利道に入る？そんな場所、この街にあっただろうか。運転手は前を向いたまま低く言った。少し回送ルートを通ります。回送？回送なら客を乗せない区間だろう。なぜ客を乗せたまま？質問したいのに喉が詰まる。車内はひどく静かで、雨音がやけに遠く響く。窓の外には住宅の影すらなくなり、黒く沈んだ木々の輪郭だけが途切れずに続いていた。完全に見たことがない光景だった。道路標識は一つもない。街灯もない。車のライト以外に光源が存在しないんだ。やがてタクシーは坂を下り始めた。舗装は完全に消え、地面は泥に近い柔らかさになった。タイヤが沈む鈍い音が車内にじわりと伝わる。そこでもう一つ気づいた。車のナビが沈黙していたんだ。画面が真っ暗で、運転手は全く気にしていない。この道を知っているという確信を持つ者の動きだった。ただ、その知り方が人間のものではない気がした。運転手の手元を見ると、ハンドルの角度と車の動きがわずかにずれていた。ハンドルを大きく切っていないのに曲がる。地形そのものがタクシーの向かう方向を決めているようだった。胸が冷え込む。これは帰り道ではない。誰も知らない土地へと連れて行かれている。坂を降り切ったところで運転手がぽつりと言った。地図に載らない道はもともと載せられなかったんです。意味を理解する前に、視界の先に街の明かりが一つもない底のような場所が広がった。川でも谷でもない。ただ地面が吸い込まれるように沈んでいる空白の土地。タクシーはその中心へ向かってゆっくり進んでいった。タクシーは明かりのない空白の土地へとゆっくりと滑り込むように進んだ。道路という形はもう消え、ただタイヤが柔らかい地面を踏む音だけが沈んで響いた。車内の湿った土の匂いは濃くなり、まるで地下坑道へと降りていくような錯覚さえあった。運転手は相変わらず前だけを向いていた。だがその横顔は街灯の反射も受けないほど暗く沈み、ここが目的地ではないという気配だけが妙に強かった。俺は声を出そうとしたが、舌が重く、喉は乾いた土を吸い込んだように張り付いて動かない。
密室のように狭い胸の中で重く打ち続けた。しばらく進むと、地面が突然なだらかに傾いた。タクシーが左へとゆるく吸い寄せられる。運転手はハンドルを切っていない。車体そのものが道の形に従っているように進んだ。フロントガラスの先に奇妙な光景が浮かんできた。何もない地面に無数の黒い裂け目が見えている。道のような、割れ目のような。風も吹いていないのに、その縁だけが絶えず揺れていた。タクシーはその裂け目へ向かって走っていた。運転手は低い声で、まるで独り言のようにつぶやいた。ここでは回送でしか通れない道なんですよ。地図に載せられないのは通ると戻れないから。その瞬間、ハザードの音が勝手に鳴り始めた。一定のリズムなのに、どこか歪んで聞こえる。外を見ると、地面の裂け目の奥がほんのわずかに光った。それは街灯のような人工の光ではない。暗闇の奥に潜むものがこちらを覗き返しているような鈍い光だった。運転手が深く息をつき、初めて俺の方へと向き直った。その顔はどこか焦点が合っていない。降りるなら今しかありませんよ。異様な静寂。鼓動だけが耳の奥で跳ねた。俺は震える手でドアノブを探り、外へ飛び出すように扉を押し開けた。濡れた土の匂いが強烈に押し寄せ、足元がじわりと沈んだ。振り返るとタクシーはまだ止まっていて、運転手は前を向いていた。照明のない暗闇でタクシーの車体だけが微妙に揺れている。まるで地面の裂け目へと引き寄せられるように足元から傾いていた。運転手の声が窓越しにかすかに響いた。もう戻れないから。次の瞬間、タクシーは音もなく滑るように動き、地面の裂け目へと沈んでいった。砂利も水の音もなく、ただ闇に吸われるように消えていった。残された空き地はしばらくの間だけ湿った息を吐くように揺れ、やがて何事もなかったかのように静まり返った。翌朝、地図アプリで位置を確認すると、そこは空白として表示されていて、地形データすら存在しなかった。今でもタクシーに乗るとき、ナビが沈黙した瞬間が一番恐ろしい。あの回送の道がまた口を開けて待っている気がするからだ。早朝4時の山のコンビニは空気そのものが張り付いたように静かだった。街灯の届かない山間部では
夜が長い。外は真っ暗なのに、店内だけがぼんやり明るく、その明るさが逆に外の暗さを濃くしていた。品出しの時間になり、俺は店奥にある巨大な冷凍庫へと向かった。頑丈な金属扉にはほんのり白い霜が浮き、取っ手に触れると指先が吸い込まれるほど冷えている。ギーッと扉を開けた瞬間、冷気が顔にまとわりついて息を奪った。奥行きのある白い空間にずらりと並んだ冷凍食品。床には霜が薄く積もり、小さな氷片がパラパラと転がっている。その時だった。視界の端にしゃがんでいるような影が見えた気がしたんだ。人の膝ほどの高さ。だが、やけに横が長い。子供の影とも違う。棚と棚の狭い隙間に黒い形が沈んでいる。俺はもう一度瞬きをした。すると影は消えていたんだ。冷凍庫のライトは一定で、視覚はほとんどない。しゃがんだものの重みのような残像が視界から抜けなかった。段ボールを抱えて奥へ踏み込む。靴底が霜でギュッとなった。その小さな音がやけに大きく響く。棚を整理していると背後でパキッと氷が割れる乾いた音がした。振り返る。誰もいない。だが床の霜のえぐれた跡だけが一本棚の影に向かって伸びていた。まるで何かがそこへ這ったみたいに。這った跡は人間の手の幅よりも細い。しかし指の数が多すぎるんだ。冷気以上の嫌な寒さが背中を刺し、俺は急いで床を拭き、品出しを終わらせようとした。その時、棚の裏からと細かな吸い込むような音が聞こえてきた。息なのか氷が溶ける音なのかわからない。だが確かにそこにいる気配だけは氷より冷たく実体のように濃かったんだ。急いで冷凍庫を出て扉を閉めたが、閉まる寸前、足元の隙間から暗がりの向こうに丸い頭の影が覗いていた。それはしゃがんでこちらを見上げている形だった。その日以来、冷凍庫には極力入りたくなかったが、早朝の品出しは俺の担当だった。仕方なく翌朝も扉の前に立ち、深呼吸をして取っ手を握る。手袋越しでも金属の冷たさが皮膚に染みついてくる。嫌な予感は冷気よりも鋭く胸の底に沈んでいた。扉を開けた瞬間、冷凍庫の奥の棚に何か黒いものが
張り付いているのが見えた。丸い、小さな顔のような、そんな形。だが、首の角度が人間の範囲から外れていた。折れ曲がった影がライトに照らされても輪郭を濃く保っていた。俺はその場から動けなかった。呼吸の音ですら冷凍庫の中では自分の背後に響くような錯覚があった。俺は通路の端に積んである冷凍食品を何とかまとめ、視線をそらさずに後ずさりをした。その時、黒い影がスッと動き、棚の隙間に吸い込まれていった。逃げたわけじゃない。隠れたような動きだった。見ている側に回られたような感覚が背骨を走る。冷凍庫を出て扉を閉めようとした瞬間、背後の壁からコンと硬い音がした。何かが内側から扉を叩いた。反射で取っ手を離し、扉がわずかに開いた。わずかな隙間から視界の低い位置に白い霜に覆われた手が見えた。小さく丸い手。だが指が5本より多かった。人間の手が霜で割れたような形ではない。明らかに別の生き物の形だった。と吸い込むような音が扉の隙間からまた漏れてきた。震えながら全力で扉を閉め、鍵をかけた。冷凍庫は通常、内側からは叩いても音が外に響かない構造なのに、その日は何度もコンコンと外側の壁まで震えるほど叩かれた。朝晩が来る頃、急に静まり返った。鍵を外し、恐る恐る扉を開けると、床に霜のしゃがんだ跡だけが残っていたんだ。人の膝の位置より低い。だが、そこから伸びている灰跡は、人間の腕よりも長く、ゆっくりと歩いたように、外へ向かって続いていた。その這った跡は、冷凍庫の外へ出たところで、急に途切れていた。そこには、霜も水滴もなく、ただ単に消えただけだった。俺はそれ以来、あの冷凍庫の扉を開けるたびに、霜がわずかに内側から押されたような形に見える。今も中でしゃがんで待っているものがいるみたいに。山に囲まれた社宅の一室は、暖房を消すと数分で息が白くなる。その夜も残業で遅くなり、帰り着いた時には指先の感覚がほとんどなかった。部屋に入ると、まずストーブのスイッチを入れ、外した手袋を投げるように机へ置いた。だが、ストーブの前にはすでに誰かがいるような
気配があった。別に人影があるわけではない。ただそこだけ空気が沈んでいる。温まる前の冷気の中、その一点だけが妙に濃く空洞のように感じられた。着替える前にストーブの前へ歩くと、床に置いたマットが踏んだ覚えのない形にへこんでいた。丸く誰かが正座していたような、そんな深さ。だが出かける前にそんな跡はなかった。火が入ったストーブの赤い光が壁に揺らぎを作る。その揺らぎがへこんだマットの上で一瞬だけ影を濃くした。まるでそこに何かが座っているように見えてしまい、思わず目をそらした。上着を脱いでハンガーにかける間も、背中に視線のようなものを感じた。それは窓からではない。玄関からでもない。確実にストーブの前だ。手を温めようと近づこうとして足が止まった。空気の密度がおかしい。熱が出るまでに時間のかかる古いストーブなのに、前に立つとなぜか背中側だけがじわりと熱い。まるで後ろにもう一つの熱源があるみたいだった。振り向くと部屋はいつも通り。だが何もない場所にだけ薄い湿気が漂っていた。雪から戻ったばかりのような水っぽい冷たさ。ゆっくりと視線をストーブの前へ戻した。マットのへこみはさっきより深く見えた。誰かが腰を落として前かがみになったような、そんな形。そこで気づいた。そこだけ結露がない。窓ガラスに小さく白い曇りが広がっているのに、ストーブの正面の一角だけが妙に透明だ。まるで何かがそこにいて、湿気を一つも通さないようにしているかのようだった。ストーブがボッと音を立てて火力を上げると、揺らめいた光が壁に奇妙な影を作った。影は正座をしたまま身を乗り出す人の形に見えた。瞬きをした次の瞬間には消えていたが、胸の中に残る違和感は消えなかった。床のへこみはそのままだし、空気だけがそこに腰掛けている誰かの形を保ったまま動かない。今、家に入ってから一度もその場所だけが温まっていない。まるで先客がまだ座っているみたいに。ストーブの前に残る正座のへこみが気になりながらも、寒さが限界で仕方なく近づいた。足元の空気は冷たく、ストーブの熱の輪郭がそこだけ途切れている。まるで見えない壁のようだった。恐る恐る手を伸ばすと、指先が空中でピタリと温度を失った。そこだけ冬の外気と同じ冷たさ。
張り付くような冷気が皮膚の薄い部分をゆっくりと這い上がっていく。その瞬間、ストーブのガラス面に二つの曇りが浮かんだ。自分が息をしていない位置に曇りができるはずがない。曇りはすぐに形を変え、うっすらと左右に広がる。まるでストーブの至近距離で誰かが息をしているような形。後ずさると床のへこみがきしむように沈んだ。誰もいないはずなのに、そこに重さが乗ったような音が薄い畳の裏から伝わった。ストーブが火力を落とし、部屋が再び薄暗くなる。光が弱まった瞬間、影の濃さが変わり、へこみの上に人の輪郭だけが浮かび上がった。顔は見えない。ただ背中を丸めてストーブに当たっている姿勢だけがはっきり見えた。その姿勢がゆっくりとこちらを向いたように思えた。影だけで確かに振り返る動きがあった。だが実体はない。空気なのにこちらを見ている。体が勝手に硬直する。動けないまま見ていると影が薄く揺れ、ストーブの前にうずくまっていた何かが立ち上がるような変化があった。床のへこみがゆっくりと浮き上がっていく。そこから音もなく立ち上がる気配が伝わった。湿気が吸い上げられるように空間がへこみ、次の瞬間、ストーブの炎が一瞬だけ風もないのに揺らいだ。近づいてきている。だが足音があるわけではない。でも床のきしみだけがわずかに確実に移動してくる。目の前まで来た気がして息が止まった。ふと見たストーブのガラス面。先ほどの曇りが今度は自分の目の高さに浮かんでいた。耳元でストーブの熱を吸い込むような乾いた気配がした。温風ではない。生き物の呼吸とも違う。熱を奪うような吸い込み方。反射的に部屋の照明をつけると影は消えていた。床のへこみも跡形なく戻っている。ただ一つだけ変わったものがあった。ストーブの前の床が自分の靴底よりも大きい水の跡で濡れていた。雪の上を歩いてきた何かがその場所に長く座っていた証拠のように。それ以来冬のストーブの前には座れなくなった。暖かいはずの火の前に近づくほどあの日の冷気がよみがえった。あれはただ暖を取っていただけなのか、それとも自分の帰りを先に待っていたのか、今となってはわからない。